はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は1月後半のタロットリーディングをさせていただきます。星の補足説明もしますね。では早速いきましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。1月後半、ペンタクルスの9、運命の輪の逆、ペンタクルスのページ、ラバーズ、ペンタクルスキング、ペンタクルス4、カップのページ、はい、スーですよね。気をつけることや対策が、カップの3と、ソードの4逆と、オラクルは、ワンドの9の逆です。なんかすごく明るい感じもするし、深いところに触れるような感じもしますね。ちょっと星の補足説明をしますが、1月の17日、17ですね。17日から金星というお金とか愛情とか豊かさとか美しさとかそういった感性を示す金星が水亀座に入るんですけど、それによってヤギ座さんにとってはお金のことに、めちゃくちゃ平たく言うと金運が上がるっていうふうにも言えますが、自分が持ってる価値がより一層輝き出すっていう感じがあるので、やっぱりこれで合ってたじゃないとか自分の感性をもっと信じられるとか、もっと喜べるっていうのがあります。それが結果的に物質的に変換されたらお金になることもあるし、別の価値につながることもあるしっていうことなんですけど、感覚や感性が非常に超えています、今。で、さらに1月19日が新月なんですが、この新月はヤギ座で起こる新月なので、ヤギ座さんにとっては本当にこれからの自分、これからの1年って言ってもいいですし、この年をどうしたいかっていうところで、自分にとっての真実を意図してほしいんです。何でもいいです、これは。12星座共通でいくと、この1月19日の新月っていうのは、なんかやっぱり自分の価値とかお金とか感性、感覚っていうところがすごく広がるよっていう、そういうタイミングなんですけど、まさにそのヤギ座さんからしたらちょうど17日からもうそういうフェーズが入ってきてますし、特に20日以降はさらにそれが強くなるんですけど、その前の19日にもう一回自分の中で自分を、しっかり見て、こうしよう、ああしようっていうふうに決めていただくと、その通りになっていくので、いかようにでも、ただ、流れっていろんな層で、なんていうかな、波動はね、いろんな層で宇宙の運勢っていうのがあるんですけど、ヤギ座さんがどの意識で自分を見るかによって、ここからの流れが変わるよっていう、そのタイミングが19日っていうことなんですね。で、さらに20日からは、太陽も水亀座に入ってくる。そして23日以降は火星も水亀座に入ってくるということで、ものすごくヤギ座さんにとっては、やっぱり自分の感覚とか価値とか、お金のこととか、そういったものがものすごくクローズアップするんですね。で、それお金とかペンタクスいっぱい出てるっていう感じがあるので、やっぱりそうなんだなと思います。まず入り口が、入り口がペンタクスの9なので、非常にビジネスチャンスに溢れているというか、この細かいこの星の動きじゃなくても、もう今年の前半っていうのはずっとパートナー運がありますから、契約運もあるし、取引先とか交渉運とかもあるので、そういう意味でいろんなチャンス、仕事としてだけじゃなく、自分の人生のステータスが変わろうとしている。なんかそんな感じがします。そして、ここまでの流れでも、やっぱりペンタクスのページっていうもの出てるから、何か自分の中で、これは続けていきたいなとか、これは育てていきたいなと思う何かがあったと思いますし、今現在ラバーズっていうことは何か新しい局面を迎えているというか、これいいかもっていうワクワク感とか、全くこれは自分にとって初めてのことでもいいんです。とにかくフレッシュないい感覚っていうものが今溢れてきてると思うので、その感覚の中にいてくださいって感じですね、これは。単に、これ好きかも、みたいなそういった趣味を見つけるのもいいし、この人とうまくいくかも、みたいな期待かもしれないし、仕事でこういうことしたいなとか、自分にもっと許していく、許可していくみたいなことも起こっているかもしれません。ただ少しそういったことって現実になるまでにちょっとタイムラグがあるので、そのタイミングを見計りすぎないでもいいですし、急ぐ必要もないよというふうに言われています。そして
ここから先ですが、ここでやっぱりペンタクルスのキングっていうのが出てて、さらにペンタクルスの4が出てるって、もう本当にペンタクルスってコインなんですけど、コインって感じなので、なんか、やっぱり仕事なのかな、それともお金のことなのかな、お金をどう使おうかっていう、収支を考えているのか、これまでちょっと貯めてきたものを何かに使いたいと思っているのか、すごくどのように今持っているものを運用しようかっていう感じがします。うん。ただ、今の時点で言われてるのは別にそれなくすわけじゃないのでねっていうふうに言われてるんですね。このまま置いといたらなくすからなんとかしなくっちゃって思ってるかもしれないけど、それは感覚として自分の中に身についてるものだからなくしませんよっていうことを言われています。もし現実的な物質的なお金っていうものであれば、お金を何かに投資したくなっているのか、お金をかけて何かをしたくなっているのかなっていう感じがしました。そしてやはりここでもページというのが出てて、ページっていうのがあるので、これまでの延長線上に何かを積み上げていくのではなく、新しい可能性としてエネルギーを注ぎたいんだなって感じがあります。そして気をつけることは対策として言われているのが、カップの3とソードの4なので、カップの3っていうのはもう祝福なんですよね。やったねみたいな、目標達成してよかったねってみんなで喜んでいるっていうカードなんですが、なのでおそらく何かしらの集まりがあって、喜びの集まり、ちょっとしたお祝いとか、パーティーみたいな形でみんなで喜んでるっていうのもあるんですね。で、かたやもう一つは、寝ているっていうカードが出ているので、保留にしてるっていうのがあるので、一つは達成、一つは保留みたいな、そういうのもあるのかなと思いました。気をつけることというか、状況として今、運命のもの逆が出ているので、すべてがタイミング通りに行くわけじゃないっていうメッセージもあるんですね。で、もうちょっとだけ待ってくださいねっていうのをオラクルで出てるので、これは、自分が一番やりたいことに対しては、もうちょっとだけ整えますから、もうちょっと準備しましょうみたいな意味で、一部は達成、一部は保留みたいなことなのかなって思ったんです。で、このアンダの9の逆のカードっていうのは、要するに何かがまだ揃っていない、まだ足りていないという感覚で、もうちょっとで揃うから待ってねっていう意味もあれば、自分自身がまだそこに至っていないんだという意識で、まだダメなんだっていう準備不足なんだって思ってる意識と両方あるんですが、今私が感じているのは前者の方で、もうちょっと待ったら揃うから待ってみたいな感じがしました。なんか自分が至らないからではなく、なんか急がなくていいんだっていう感じがしましたよ。ちょっともう一枚見てみようかな。ペンタクスのエース。ちゃんと後で服が来るみたいな、後で揃うからって感じがしましたね。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事も出ましたね。ワンドの9。ワンドのクイーン。カップナイトということで、お仕事に関してはすごいチャンスあります。だけど、やっぱり仕事でも同じカードなんです、こういうところって。もうちょっと待ってください。もうちょっとで揃いますからみたいな感じで、熟してない果物を使おうとしてるみたいな感じかもしれない。もうちょっとしたら熟してベストなタイミングがあるか、その時に借り入れましょうとか、そういう感じかもしれませんね。なんか早く今のうちにやっとかなくちゃいけないって思うかもしれないけど、いや、もうちょっとだけ寝かして大丈夫ですっていうことと、あとワンドのクイーンっていうのが出ているので、とても仕事に対してやる気があるとか、腕を使える、技術を使えるっていうのもあるし、あとやっぱり仕事でも誰かと関わってるんじゃないですかね。とてもいい関係性があると思います、仕事において。なんか申し出がある。そしてそれに応えようとしているっていう感じでしょうか。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はまた出ましたよ。カップの3。祝福してるっていうカードです。そしてワンドの4。もうすごいいい関係。そしてソードの7の逆ということで、カップの3っていうのは、これと同じカードなんですけど、複数人で集まって喜んでいる。喜びをシェアしているっていうカードだったりするので、やっぱり人間関係いいんだと思います。これもね、ワンドの4っていうのはみんなで、このデッキに関してはみんなで踊ってるみたいな感じで出てますが、
本来は穏やかな田舎で結婚式を挙げているみたいな感じで、とっても穏やかな関係性があるので、人間関係においてもこれまで付き合ってきた関係性は非常にいい関係性なんだと思います。そして新しい人と出会いますかとか、新しい関係性どうですかって言った時には、これまで付き合ってきた人たちに相談しているみたいな感じがありますね。どう思うこの人みたいな感じで。相談して大事には至らないみたいな感じがあるので、関係性は豊かですね。ソードの7の、私から見ると逆位置なんですけど、どういった関係性を求めているかっていうのを自分がクリアになっていれば、人間関係で困ることはないっていうふうに言われています。そんな感じかな。何か通じましたでしょうか？分かったよとか伝わったよって方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。本当にこの1月19日新月からってね、いいと思います。とっても。今ちょうど誕生日迎えてますっていう方もね、おめでとうございます。誕生日からでもいいんですよ。とても。年明けからね、ヤギ座さんはとにかく、修正が効きやすいと思うんです。今引いたのはこのカード。何か皆さんも、皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。でもバランスが取れる感じがしますよね、これね。自分自身のいろんなものが統合されて、自分が真実につながって、力が発揮されるっていう感じがするので、ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。